戦国ダイナスティ。避難民をリクルートして村人を増やしまた少し大きくなった我が村。新たに新築一軒家もゲットしてさゆりねえと同棲開始。今回も開発頑張るぞー。今回からバージョン 0.1.3.0 でお送りいたします。エスケープキーで前はできなかった一時停止ができるようになりました。これでコーヒー休憩ができるようになったぜ。地図の表示がズームできるようになったのもかなり嬉しいアップデート。道とかこれで見やすくなるぜ。カスタムマーカーもかなり便利。画面上のコンパス表示で迷子ともおさらばだ。じゃてはじめにここの小さな橋の建設準備に向かいましょ。そして移動は、ついに来ました。ファストトラベル。これで深夜の移動マラソンから解放される。全カットされる悲しい労力からの卒業。この通りあっという間に岩崎村到着。村から建材持ってくるだけだから建設作業も簡単。まあ村の木を守るために、丸太は相変わらず現地調達だけどな。そんなわけで小さな橋ということもあり、あっという間に作業完了。あとは人をアサインするだけだな。でお次は関村に移動。拾った余り物を売りつけて鉄製品をゲット。ファストトラベルは行商もはかどるな。そして関村の木を勝手に切って持って帰りました。超迷惑な隣人。で村に帰ろうとしてふと思う、うちの村の名前廃墟のままはいかがなものかと。それなりに発展してもう廃墟って感じじゃないな。なのでシーサイド注ぎニュータウンと改名。戦国時代の世界観がぶち壊しだ。注ぎを復興したいと言っていたさゆりねえの思いが込められております。ふざけた名称なのに意外と真面目なネーミング。最近藁が不足してきたので、干し草の山をお試しで配置。干し草のインベントリを見ると藁が10個。特殊建造物で数百単位で要求されるからこれじゃ全然足らんな。ないよりかはマシレベルだね。さゆりねえなんで雨の深夜に風よけに。お前と一緒に暮らすのが嫌なんだろ。そんな昔懐かしのヤンキー座りで威嚇しております。そして特殊建造物の建設地を探してたら避難民を発見。特にこれといったエピソードのない小魔女が仲間入り。深夜に鹿を追いかけ回して殴って狩猟。縄文人でももっと利口な狩りしそう。小屋蛮族の類だ。で適当に進んでたら温泉を発見。酒場の主人か。この世界にも酒場とかあったのな。そして酒場で意外な人物と遭遇。我が村に来るも家をもらえず去った花さんである。泳ぎますか？近い顔が怖い。あなた酔ってるね。あら恥ずかしい。お酒は魂を清めてくれます。なんで魂を清めたいと思うんだい？仮にですよ、あなたには夫がいました。豚のように頑固な男ですがあなたは愛していました。花のように可愛い赤ん坊の娘もいました。兵の一団がやってきて村は焼き払われ豚も小さな花も村と一緒に焼かれてしまいました。その煙の匂いを取り払いたいと思いませんか？怖い。前回会った時は夫と合流する予定とか言ってたのに、旦那さんと子供を亡くしてダークサイドに落ちちまった。お、綺麗な色のキノコ見っけ、実長奥。あ、それは毒キノコ。あなたは重傷を負った。てか家に戻るの面倒で食っただけだろ。というか戻る前には4468問あったのに、死に戻り手数料は1割くらいかかるのか。気軽にはやれないな。てか気軽に死にたくないよ。ふとダイナスティタブ見たら、飲み物が少なくなってた。はい、今日の深夜残業は水汲みです。オケ用意しなきゃだし地味に大変。村人増やしてこの辺も自動化したいね。だな。では季節越えの準備もできたので、珍しく鐘楼から季節越え。季節越えして特殊建造物を完成させるのだ。そしておなじみのムービーが流れ特殊建造物がなんか完成。多分小さな橋が完成かな？で季節が変わりまずは板作り。特殊建造物の建設が終わったら何が始まるかだって？特殊建造物の建設が始まるのさ。そんなわけで特殊建造物の建設のために準備して出発しようとしたら、またさんが風よけにハマってた。お前が変なところに風よけ作るから。申し訳ない気持ちになったので、材料集めくへやっときました。ゆで卵美味しい。お前ほんとゆで卵好きだな。ウプ主は最強の味付け卵を作らんと、日々色々試してるらしいよ。あいつは変なところで凝り性なんだよな。じゃ関村にジャンプして櫓の建設に行きましょ。カスタムマーカーで移動も楽ちん。さて持ってきた建材をねじ込み。ってちょっと待てなんか奥から人来たぞ。うわぁ、盗賊だー。慌てんな、武器を構えろ。敵は様子を伺ってる。離れつつやで仕留めなさい。あっちょ、動かないで。いやそれは無理だろ。よし一発当たった。よし、もう一発ってあれ？昼間ず突っ込んでったー。アップデートで敵がひるまないようになり脅威度が上がりました。マジっすか。やべえ完全に油断した。服装も農民スタイルだぞ。食らえつるはずやだーく。
まずいパニックって槍じゃなくてなんかツルハシ使ってる。そうだ槍ってぐわあなたは重傷を負った。ただの野党にやられるとは情けない。床にめり込んで反省します。どういう反省の仕方だよ。めり込むほどの土下座？した。なんかうぜえ。またお金減っちゃった。大金持ち歩くのも考えもんだな。収納にお金しまえない世界なので、お金は使い切っちゃった方がいいかも。汚しの銭は持たない主義。僕のお小遣い返せー。男は怒り関村にジャンプした。あいつだやっておしまいなさーい。こら戦国時代だぞ。英語の断末魔出すんじゃねえ。放送禁止用語はお控えください。400問くらい取られたのにこいつ8問しか持ってない。まあ死に戻り手数料だからこいつが持ってるわけじゃないしな。さて前に切って放置してた丸太もあるし、櫓の資材集めを再開。しばらく木こりして夜になったのでファストトラベルで帰宅。ファストトラベルありなら、多少離れてても通いで仕事も可能だな。よく寝た。もう昼だよ。こらさっさと仕事に行け。まずは岩崎村の竹を勝手に伐採。今日もよその村を荒らす迷惑な隣人。竹やぶの一部撤去完了。林道が綺麗になったね。やったね。こら。でその後関村の建材準備も完了。建造途中の特殊建造物が増えてきた。新たな建設予定地を探さんと関村の川を登ったけど、水源についても何も見つからず。まあそういうこともある。日も傾いてきたので村に帰り普通の家を2軒建設開始。特殊建造物建ててレベル上げするにも、村人が足りなくてこれ以上進められないんだよな。夜になったので就寝。こら寝るなら自分の御座で寝ろ。で翌日無事普通の家2軒完成。でも左の家入り口に草生えてて邪魔そう。ちょい修正っすか。では出入り口を左右に変更。お手軽に建物の入り口変えられるしカスタムするのも楽しいぜ。真ん中は補強された壁にしてみました。なんかダサい。やり直し。中央も引き戸にしちゃいました。冬は寒そう。そして今日は岩崎村にジャンプ。我が村の藁の在庫が心もとない状態です。本日はこのススキをすべて採取してもらいます。この量はさすがにヤバいのでは。前に近道作るのに1箇所刈り取ったけど、これ全部はさすがに心が折れるかもしれんな。さあキリキリ草をむしれ働けどなお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。手見る暇あったら手動かせやお前は工場の熟練バイト主任かよ。まったく平民の持ちたる国は無限労働地獄だぜ。ほんととってもマジ減らぬ地獄。そして日没直前にインベントリがいっぱいになった。その時男は1400の草を握りしめていた。途中で悟りを開けそうになりました。村に戻って草を乾燥だなにん。素手では楽々とするとアホみたいに時間かかるからこれ作っといてほんとよかったぜ。過酷な労働のご褒美にゆで卵。ユニゾン古事記に癒された。お次は前建設諦めた鉄鋼採掘の特殊建設地の再調査。前は暗くてどこに建設すればいいか見当つかなかったけど、今回はいけるかな？ここはほんと建設 OK な場所の判定が厳しいな。ここだ。建材は持ってきてるから早速建てるぞ。で建設作業所はできたけど、建材に鉄鉱石100個が必要でした。さすがに鉄鉱石は持ってきてないぜ。建設作業者も5人必要だから結局後回しにせざるを得ない感じ。ファストトラベルして鉄鉱石は確保したけど、丸太の伐採は一旦保留。ここはもうちょい村人増えてからだな。じゃ夜になったし、次の季節に参りましょ。季節越え、物資用し。そして季節は冬になりました。まずは物資の確認。今回も水だけ足らんな。はい水汲み。寒空棒立ち寒いっす。てか村人も自分で好きなだけ水飲みゃいいのに。溜まったフラストレーションは鹿にぶつけます。狩猟するならせめて弓を使えこの蛮族が。たたられても知らないよ。で特殊建設予定地と避難民を探す旅をしてたら、お寺の櫓の奥に大橋の建設予定地を発見。建材持参で探索してたのでサクッと作業場建設。建材藁300か、こりゃ結構きつい。でも大丈夫、さっきむしった草で作った藁300、ちょうど持ってきてました。足りないのは竹だけか、ここ竹やぶだからすぐ用意できそうだぜ。ビャー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 バーバーバー。お寺に響く謎経。こんな感じであっさり建設準備完了。あとは村人3人アサインするだけだ。そんで橋の反対側の櫓の建設が途中だったのを思い出したのでそっちに移動。滑った斧でケツぶったたかれた鹿のたたりかな？あなたは重傷を負った。
もう、マップ反対側で遠いのに。床にめり込んで反省します。風よけにはまるマタさんを見ながら作戦会議。シナリオ進めるにはダイナスティレベル上げるため、まあ特殊建造物を建てるしかねえな。でも建材集めたところで建てる村人が足りないよ。じゃマップ探索して難民探ししましょ。だな。男はあてもなく雪の大地へ冒険に出かけた。危険な盗賊も離れて処理成功。もうお小遣い没収はさせないよ。そしてしばらく探索して難民発見。めっちゃ飢えてるつぼねさんが仲間入り。当社は激務ですが食事には困りませんよ。真冬の深夜に探索業務する男が言うと説得力あるな。つぼねさんには特殊建造物の建設をしてもらいます。てか全員特殊建造物じゃねえか。岩崎村の川を登り探索、小さな橋立てれないかな？もう足の感覚とかなくなってそう。お、難民のアイコン発見。追加の村人ゲットだぜ。こんな感じで戦から逃げてきたアキさんが仲間入り。建設員ゲット。でさらに川を進んでたら神社発見。岩崎村にも神社あったのか、竹やぶの中でいい雰囲気醸し出してるな。お参りしときましょ。この後も川を登り源泉に到着。新しい建設地は見つからなかったけど、村人は無事ゲットできたぜ。では村帰りましょ。寒空に固まって暖を取る、不老者3人を見て癒されながらゆで卵。寝たら起きられなさそう。日が出てからまだ建ててなかった採石場を建設開始。必要なかったから建ててなかったけど困難もあったのな。こんな感じになりそうろ。横に長い立派な建物が完成。神様の像、彫刻した石、一斉の容器が作れる模様。神様の像はいろいろ種類あるけど、まだアンロックされてるみたいだな。そのうち神社建立できるのかな？楽しみだな。では新しい建物ができたところで関村の木を勝手に伐採しつつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。労働者不足に悩まされながらも着実に特殊建造物を建造する男。次回はレベル14を超えシナリオを進められるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。